こんばっちぐー、テリアムンジョシュです。早速今回の企画を発表しちゃいます。最新プラモデルフィギュアライズスタンダードアンプリファイドカイゼルグレイモン大分析。はい、今回はデジモンのプラモデルフィギュアライズスタンダードシリーズから2025年9月に発売予定の最新シリーズアンプリファイドカイゼルグレイモンさん、こちらをご紹介したいと思います。テリケンでは初めてのプラモデル紹介だね。楽しみだね。ちなみにこちらがそのプラモです。デデドンドン。わ、かっこいい。すごいですよこれ。精巧に作られていて本当に細部までこだわって作られてるんだなっていうのが伝わってくる。お尻の角度もいいね。剣も精巧だし、何より僕が大好きなお目目が可愛い。こんなに強そうなのにお目目が優しそうで大好きです。カイゼルグレイモンでございますけど、プラモデルはねそんなにたくさんは作ったことないんだ僕。でもやっぱデジモンを組み立てるっていう作業はすごい楽しそうだし、作っていく工程がねやっぱ楽しめると思うんだよね。完成に近づいていくこの過程が最高だと思うし、いやー本当に僕もこんな大きい剣を振り回しながら戦ってみたいもんですよ。つうこって今回もスペシャルなゲストをお呼びしております。ご挨拶お願いします。こんばっちぐ立川と申します。立川さん。こんばっちぐ稲吉です。稲吉さん、大変元気なお二人が来てくれました。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。立川さんはデジモンフィギュアライズスタンダードに携わって長いんですか？プラモデルの開発を続けて2年になります。今は前任者と並走して開発をしております。並走してるってことはまだちょっと新人さんなのかね？頑張ってやってます。頑張ってやってる、はい、一番頑張ることが大事だ。今回も素敵なゲストが来てくださったんですけど、わざわざ来てくださって本当にありがとうございます。ありがとうございます。もうお友達って感じで声もそうって元気でよろしいって感じですけども、今回は最新作アンプリファイドカイゼルグレイモンについてお二人に質問していきたいと思います。テリアモン助手研究室。そもそもアンプリファイドって何なんですか？はい、デジモンの魅力を増幅、アンプリファイドしたデザインアレンジで、かっこよく作り上げるブランドでございます。なんかちょっと読み上げてる感があるけど、ここは大事なポイントなので間違っちゃいけない。そうなんです。読み上げてもらいました。一番大事だよ。はい。はもうてりちゃんにもぜひ、覚えてもらいたいポイントですね。テリちゃん急に親しく呼んでくるじゃん。てりすけさん。いやいいんだよ、テリちゃんでいいんだよ。ありがとうございます。ありがとうございます。ということでこのデジモンの魅力を増幅するために頑張ってくださってる企画の一つということで、カイゼルグレーモンでデザイナーさんにこのこだわったポイントなども教えていただきたいんですけども。これまでのアンプリファイドシリーズのアレンジを手掛けてきたアズマリアさんの、デザインで立体化しているというのが大きなポイントの一つでございます。マリアさんデザインで、はい。そして、この全身のこの赤色の装甲と目立ちますよね、これと金色のディティールってところのパーツ分割はかなりこだわって再現しまして、いや本当にそう思ってた。複雑な金色の模様もなんと組み合わせるだけで、パーツとパーツを組み合わせるだけでも全部再現ができます。胸だったり腕だったり足だったり。すごいね。あと立川くんまだ言えないギミックがもう一個あるんだよね。あります。はい。何その匂わせ。これ完全な匂わせで、気づいてる方は気づいてると思うんですけど、近々発表できるかなと思いますので、テリスケさんは多分気づいてると思うんでこれ以上は言わないように。でシリーズに出てね高まったっていいよねハマってほしい。そうなんだ。それは楽しみな情報がまだまだあるっていうのは嬉しいよね。そしてフィギュアと違ってプラモデルはこう組み立てなきゃいけないわけですよね。はい。この彩色の部分で難しかったこととかってございますか？やっぱ金色とかね難しいですよねきっとね。プラモデルだと、どんな金色にすればかっこよくなるかっていうのが結構難しいものなんですけど、色を塗らずにもう
箱から開けた状態でもこの金色の色が出てるので、そういったところもこだわりポイントですね。あ、じゃあ僕らが頑張って塗ったりしなくていいんだ。そうなんです。それ最高だね。そうなんです。やっぱ僕たちまだ素人だからさ、どうやってやったらいいのかとかさ、塗ったらどれぐらい待たなきゃいけないのかとかさ、触っちゃったりした時にうわってなるじゃん。そういうことをやんなくていいんだ。はい。素晴らしい。なので、プラモデル初めて作るテリスケさんにももう組み立てただけでこれが再現できます。なんといいじゃないですか。ただ作るの難しいんじゃないですか。難しくないんですか。組み上げ自体は説明書通りに組んでいただければスムーズに組み上がる仕様となっております。説明書があるのでそれ通りにやれば難しくないと。はい。ありがとうございます。最後に一言テリスナーのみんなにメッセージお願いします。はい、ありがとうございます。今回のカイゼルグレイモンの発売により、はい。アドベンチャーからセイバーズまでの主人公の最強形態が立体化となります。おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。なのでぜひアンプリファイドでの、デジモンのプラモワールドを楽しんでください。はい、ありがとうございました。お二人でした。ありがとうございました。テリケン。そしてここからは新たな企画に挑戦します。題して辛口審査員テリスケをうならせろデジモン写真コンテスト。なんぞやって感じですけども、デジモンのプラモデルを一番うまく撮影できる人を決めるコンテストを開催いたします。審査員はデジモンであるこの僕テリアモン助手。なんと僕審査員なんだ。僕は撮る側じゃないんだね。今回のお題は先ほど紹介したフィギュアライズスタンダードアンプリファイドシリーズを使ったプラモデルならではのかっこいい写真です。これ大事ですよ。フィギュアを撮るの結構大変だからね。今回紹介したカイゼル・グレイモンさんと、そしてメタル・グレイモンさんとパイル・ドラモンさん、おのおのの写真を撮ってきてもらっています。ということはもう撮ってるんだね、みんな。では出場者を発表していきたいと思います。まずはいつもテリスケと戦っている名物スタッフサンオチさん。こんばんちく、よろしくお願いします。はい、テリスナーの中でも着々と人気を博している聞いてますよ。サンオチさん、よろしくお願いします。お願いします。続いてデジカコレクタースタッフとしてたびたび登場していますデジモン知識はトップクラス。もう今回でもデジカさんっていうあだ名をつけることにした。デジカさん、こんばんちぐ、よろしくお願いします。お願いします。そしてさっき締めの挨拶をしてくださったにもかかわらずこのコンテストに参加してくれるデジモンフィギュアライズスタンダード開発者アンプリファイドカイゼルグレイモンの生みの親立川さん、よろしくお願いします。はい、この3人にですね、事前にフィギュアライズスタンダードアンプリファイドシリーズの写真を撮ってきてもらっております。それを今から僕が審査していき、一番デジモンをうまく撮れている人を決めていきたいと思います。まずは意気込みの方を聞いていきたいと思います。じゃあ三内さん、勝ちに来ました。マジか。せっかくわざわざ、ありがね、そうなんですよ、お二人来ていただいた中申し訳ないですけど、今日は勝ちに来ました。以上こう言です。って3回死んだ人も見たことがあるからどうなのかはちょっと楽しみにしておくね。確かに。そしてデジカさん、僕にしか撮れない写真を撮ってきたので、そこは注目してもらいたいなと思ってます。お、なるほど。立川さん、もう意地を見せに来たのでぜひお願いします。僕も立川さんの写真を選びたいところなんですけども、本当にこれガチでまだ見てないんですよ。なので本当ファンの目線からしっかりちゃんと審査させていただくし、今回ちょっと辛口っていう風に言われてるんでね、辛口で審査させていただこうかと思いますよ。ちなみに3人反応しないでね、おーとか言ったら、あ、これ他人のやつなんだなって思っちゃうから、ノーリアクションで、はい、稲吉さんは反応しても大丈夫。はいはいはい。テリケン、じゃあ1枚目早速見ていきたいと思います。こちら、ほー、起きたか。すごいな。これは空とパイルドラモンっていう。たださちょっとさ、
なんかビルよりちっちゃいみたいなの、せっかくパイルドラモンさんってかっこいいのになんかちっちゃいなっていうのはもったいないよね。あと正面の顔も見たいなって。こういうさ背中から撮ったりするのってさ、なんか素人撮りがちだよね。いやでもほらベテランのカメラマンとかがこう行き着く先にここにたどり着いてたら分かるんだけど、なんかちょっと足の部分とかもしっかり映りきってないし、なんかパッと見すごくいい写真だなって僕も思ったんですけど、もうちょっと撮りようがあったんじゃないかなって思うんだよね。テリスケさんと前任者のからちょっとこちらコメントしたいんですけど、素敵です。このパイルドラモンのこだわりポイントって青い羽と白い羽の可動域なんですよ。可動域、こちらがあまり活用されてないのがちょっと残念かなとは。これは痛い。開発者さんの生の声痛い。あ、でもまあ目の付けどころはシャープだったってことなんですかね。この素晴らしい。羽を見せ構図は素晴らしいたかったっていう気持ちだけは受け取っておきましょう。じゃあ A の写真はそんな感じで、続いては2枚目です。写真こちら。待ってこれいや可愛いけどさ、これはちょっとどうなんでしょう。いや可愛いよ、可愛いし、なんかこれこれただのお父さんだよ。どうですかこれメタルグレイモンも私が前任でやってたんですけど、ポイントが体の恐竜っぽいディティールをしっかり再現しているところと、ホログラムの羽出たなんですけど、ちょっとそこが隠れてるのは残念ですが、素敵ですね。でも素敵という評価をしてくださるんですね。僕は納得しないよ。だってフィギュアが主役じゃなくて子供主役になってるもん。厳しい。辛口ですから審査員。いやーだってかっこいいもん。メタルグレイももっとなんかいいポージングして撮ってほしかったなフィギュアって思いますからね。まあ B の写真はこんな感じで、最後ラストを飾る3枚目写真こちらです。かっこいい。王道ですね。王道ですね。ただどうなんですか。何の面白みもないっつったら何の面白みもない。いやかっこいいですよ。カイゼル・グレイモンのいいところはめちゃくちゃ映ってると思うし、なんてフィギュアのディティールを見たい人たちはこの写真を見てすごくこんなふうにここまでできてんだっていうのがよくわかる。焦点がしっかり合ってるから見る時にはいいけど、なんか、別に全体も映してないし。これどうですか猪木さん。これはむしろ推しポイントの胸、顔、ディティールがしっかり再現されてるので僕は好きです。わあ、なんとじゃあ一択やん。めちゃくちゃ一択やん。すべてはテリスケさんに託します。いやでもこの写真が一番だってくっきりしてるもん。でも面白みはないよね。ただフィギュアをすごい愛してるんだなっていう愛情は伝わってくるよね。フィギュアとしてかっこいい賞を、あと、なんか面白かったでしょっていうのを次回は設けていただければ。そうだね。ですね。設けたってよかったね。じゃあ決めました。3枚すべての審査が終わりました。僕が一人で審査してるのに。それではこの3枚の順位を発表していきたいと思います。第3位 B の写真。第2位 A の写真。そして第1位が C の写真です。いないお指標がいっぱい入ってます。自分で選んだとはいえめちゃくちゃ稲吉さんの言葉がありがとうございます。めちゃくちゃ強烈に突き刺さって、やっぱ1位はこれにしなきゃっていう気持ちになってしまいました。いやでもね、全部頑張った気持ちは伝わってた。辛口だから辛口にしたけど、それではここから誰がどの写真を撮影しているのか発表していこうと思います。まずは第2位 A の写真を撮ったのは誰でしょうか。4落ちスタッフだよ。私です。1個増えた。
どうやってこだわって撮ったんですか？いやフィギュアめっちゃ見て、これは後ろから撮りたいなって思ったんですよ。これは尻尾とちゃんとあって羽で、ロケ地もあれ実はお台場なんですよ。いいね。アニメデジモンアドベンチャー21話で太一がデジタルワールドに戻っていくマンションの間にこう開くところに向かっていくパイルドラモンっていうのを表現したかった。羽で飛んでいくみたいな。いいね。なんですけど確かに足は映ってないし、確かに羽は開いてないし、ちょっとなんか目の付けどころのもう一歩先にいけなかったのかなっていうのが僕の結果ですね。そうだね。いやーでもいい写真でしたよ。ありがとうございます。そして1位撮ったこの C の写真、どなたが撮ったんですか？立川でございます。立川さん、やはり自分が作ったポイントを見せたかったって写真ですか？本当にもうその欲求の表れでございますただその面白みがないというのも刺さってるので次回の反省点にさせていただきたいなと思っております。そうだね。でも結果なんか煽ったりこう撮りたくなってくるけど、整体して撮れるっていうのはやっぱ開発者ならではだよね。男らしい写真でございましたよ。ありがとうございます。ということは第3位に撮った B の写真は、僕デジカスタッフです。はいデジカスタッフさん、子供でしょ？写真撮らなきゃってどんな写真撮ればいいんだろうって想像してた時に、たまたまメタルグレーモン連れたテイマーが歩いてたので、ちょっと写真撮らせてくださいって言って。これでも自分の子供でしょ？はい。びっくりした。なんかそう思わせぶりな言い方するから、なんか一般通貨テーマだったらなんか申し訳ないこと言っちまったと思ってたけど、可愛い子供撮りたかったんだろう？やっぱりデジモンにちっちゃい頃から触れ合ってほしくて、いろんなものを見せてるんですけど、やっぱり興味持ってくれたんで一緒に撮っておきたいなって思って。それはいいことですよ。で子供を大切にすることもとてもいいことなんだけど、今回フィギュアの写真をしっかり撮ってほしかったなっていう僕の気持ち。ドラマ性を重視してしまう。ドラマ性、確かにいい写真ではあるよ。休日のお父さんのなんか優しさみたいなの伝わってきたありがとうございます。そういう意味ではときめきがいっぱいだったんですけどね。はい、ということで皆さん3人とも素敵なお写真をありがとうございました。ということで今回立川さんが優勝です。ありがとうございます。ありがとうございます。テリアモン助手研究室。はい、ということでやってまいりました第1回デジモン写真コンテスト終了いたします。改めて優勝者の立川さんいかがでしたか？もう嬉しかったでございます。でやはり他の方々の写真も勉強になりまして、今後はちょっとストーリー性みたいなところをちょっと重視して写真撮影をちょっと楽しんでいきたいなと思います。ありがとうございます。ということで同じシリーズのプラモデルでも撮る人によって全然雰囲気が変わってたりとかして、やっぱ写真を撮るとまた良さも見えてくるなっていう風に思いました。僕はいいかな、審査員側でいいかななんか言いたい放題言うだけでいいかな。いやでもね、フィギュアは本当に作りたくなったので9月が楽しみになりました。ぜひ皆さんも発売まで楽しみにしていてね。それでは今日はこれでお別れです。チャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。そして X でハッシュタグハローテリラボをつけて感想などなどポストしてみてね。みんなが撮ったアンプリファイドシリーズの写真も見てみたいな。僕が審査しちゃうよ。ということで今日はこの言葉でお別れしたいと思います。遠慮劇バイ